肉焼肉焼肉どうぞっす。ああ、行ってきます。お願いします。早速可愛い店員さんたちですね。はい、ということで、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、待ちに待ったハトシュー企画、デート企画ですね。まさか本当にこの企画ができるとは思いませんでした。今日も一日中稽古からもうハトちゃんと2人きりでずっとデートして焼肉を食べた後、2人でまたデザートも食べに行きたいと思います。レッツゴー。イチャイチャするぞ。イエーイ。どれが一番好みですか？逆さや。逆や。お約束になってますね。いや、美味しそうな食べ放題ですね。なんか最初になんか盛り合わせが来るんですね。ちょっと今日は目のことにあまり触れないでいただきたいので、はい。ちょっともう毎場所なんですけど、本当鳩岡さんにちょっと始まったよ。ちょっとイチャイチャしすぎちゃったです。そしたらちょっと頭ぶつかっちゃって、愛が強すぎました。しゅうちゃん。ご想像にお任せします。東のお肉です。ありがとうございます。焼きしゃぶが入っております。ネギしゃぶですか？焼きしゃぶ。焼きしゃぶ。じゃあウーロン茶も来たんで、いつもの乾杯したいと思います。ドンパイ。知らんす。決まった。ドスコイ乾杯使ってください。ドンパイ。はい、ドンパイ。映像の向こう側の人と一緒です。僕も追いつけてないです。ドンパイ使ってください。乾杯。お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。キンキンに冷えてますね。じゃあうまい。これウーロン茶のロックです。早速来ました。あれですね。ちょっと共同作業します。お通しですよ。よいしょ。よいしょ。オープン。焼きしゃぶですね。ですね。いただきます。おっちゃんです。これでも1枚ずつですかね。あ、無駄ない。あお。お互いのを焼いてあげるってやつですね。早速イチャイチャ。もうイチャイチャワード言わせたらもうハトちゃんの右に出るものはいないですから。男使いと女使いうまいんすよ本当に。初めて聞いた。いや全部周先生に教わってる。焼肉のシリーズも結構やりましたよね。そうですね。もう何回目ぐらいですかね、焼肉。3回目。3回目。あ、3回でしたね。3回もやってんね。3回とも2人出てるんですよね。出てますね。というか大体の動画出てます。鹿島は覚えてるんですけど。大阪でもやったじゃないですか。それこそ誕生日で。あ、そうか。誕生日。巨大カステラ。誕生日の時に財布が欲しいって言って P で始まって A で終わるっていうブランドですって言ったらプーマみたいな。皆さんよく分かったっすね。すごいなと思いましたよ本当に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。冷めないうちに、ハトちゃんの愛が冷めないうちにじゃあいただきたいと思います。すごい焼き加減うまいんですよね。ハトちゃんとも結構焼肉行くんですけど、焼き加減がうまいんですよやっぱ。じゃあいただきます。おいしい方、おいしい方。おお。すごい。甘っ。肉の赤身と霜降りのバランスがめちゃくちゃ合ってますね。どれぐらい合うかって言ったら僕とハトちゃんぐらい合ってます。遠い。こいつ邪魔。こっちでよかったかもしれない。おお、すごい。すごい。
でもやっぱ焼き手がいいから美味しいです。誰が焼くかが大切なんですね。あと誰と食べるかですもう美味しいそう。早い、出た。初めて出ましたよ、食べる前のおいしい。あ、もうダダ漏れちゃうんです。ここだけ焼きたい。あちっやべえ、熱っ、愛が溢れてる。僕でやけどしちゃいました。うまい。アザラシみたいな。はい、じゃあいただきます。じゃあ。いただきます。あ、出た。出た、その顔。食べる時の顔出た。出た。もう突っ込めないです。この美味しいもん。コメントも最近ないです。おお、すごい。バランスいいっすよ、刺身ぐらい。いいっすよね。これ食べ放題のレベルじゃないっすよ。食べ放題のレベルじゃねえぞ。僕は牛タンはやっぱレモンと塩ですね。王道ですよね。王道でいきますね。あ、でも金峰山関にこの塩とレモンとあとニンニクと胡椒を入れて混ぜたやつ美味しいから食べてみてくださいって食べたらめちゃくちゃ美味しくて、そこからもうずっとその食べ方してますね。牛タンは僕結構よく焼くんですよ。コリコリ食感がですね。うまっ。おいしい。やっぱタンうまいな。ありがとうございます。キュアビカルビ。おお、すごい。おすすめですか。はい。すごい。ありがとうございます。おお、次々と。ではお塩はい、回します。二人は今日どこ行ってきたんですか？ちょっと僕がですね、これちょっと話すと長くなるんで後でもいいですか？わかりました。はい。まあ簡単に言ったら神社です。神社。でもそのなんで行ったかっていうのがちょっと不思議な展開があったというか、この話はちょっと今お肉焼きに集中してるんで、わかりました。後でジェラートもはい。わさび、山わさび的な。そうですね。まあ、和牛とイクラのお寿司ですね。いただきます。一番合うわ。どのぐらい合うんですか？肉とイクラって一番合うわ。肉とイクラはどのぐらい合うんですか？僕とハトちゃんぐらい合うっすね。じゃあ僕はウニ。ハトちゃんはウニですね。お口の中でウニとお肉がとろけ合ってます。すごい。めちゃくちゃ合いますね。ウニと和牛がどれぐらい合うんですか？半年ぐらい合います。いや、そこ。こちら極みユッケでそのままお召し上がりいただけます。ウニとイクラ大量に使ってますね。大阪来てハト州で20キロぐらい太ってるんですよ。ガチです。本当ですか？はい、これ本当に。僕1月場所足痛めて筋トレとかもできなかったんではい。 145切ってたんですよ。143ぐらいだったかな。昨日銭湯行って測ったら157でした。僕7キロ太ってて約20キロっすよ、2人やっぱり食べ物が美味しいですか？で。いや、もう食べ物美味しいのと人も楽しいですね。この間言ったんですけど、やっぱりその妹先の小学生まで元気なんで、あなんか体育館割れんばかりのなんかなんていうんですかね、その声援っていうか、えだってハトちゃんで呼んでくださいってだけで、もう体育館割れそうでしたね。もう大爆笑です。珍しいです、ハトちゃんがあんな大爆笑で。失礼。1枚ずつですか。こういきますね。一気にやっちゃいますよ。
割ってた方が食べる。タンその間あにそういうことです。もういけるっす。でしゅうちゃん食べてもらう。しゅうちゃんまあまあ意地悪。以上。何ですか。続け。多分好きな人いじめるタイプです。あああ。納得してる。でも小学校の時みんなそうじゃないですか。今何歳？あ今はそんなことないですよ。好きな人にはちゃんと好きってだって普段から伝えてるんだよ。そのガチリアクションやめてください。焼肉の注文って勝手にもう流れができてるというか、だいたい最初タン頼むじゃないですか。あ、はい。で赤身、ハラミとかカルビ頼んでホルモン頼んで、まあ、その合間にクッパとかスープ飲んでホルモン食べてデザート食べてっていう流れがあるじゃないですか。はい。一回僕ら2週ぐらいしたことありますよね。2週？ 2週ぐらいしたことありますよ。あタンからホルモンまで行ってまたタン食べてみたいな。なんなら3週目頭で終わる。あ。本場所中ってはい制限って結構聞こえるもんですか？めっちゃ聞こえます。どこに誰が来てるとかって僕大体花道から土俵に入るときに周り見て誰々が来てるなとか。へえ。しゅうちゃんメモいいんであずるいっすよね。目も良くて頭も良くて顔も良くて性格も良くて火の打ちどころないんですよ。あ、ごめんなさい、頭悪かったです。今回質問を募集して質問に回答してくれた人はほぼ女性ですね、多分。どっちがモテます？しゅうちゃんです。ハトちゃんです。今ありましたよね。っていう質問もありました。ああ。バレンタイン僕多分735個ぐらいです。僕ゼロです。そんなわけないですよね。修二さんからの1個があるじゃないですか。しゅうちゃんくれませんでした。その代わりお誕生日会っていう焼肉をいやでも僕思うんですよね。まあ、もちろんめでたい日なのはそうですけど、毎日一緒にいれるっていうありがたさが僕にはあるんで、毎日が記念日みたいなもんなんですよね。くさこれほど臭い会はないな。帰ろうかな。これはあかんよ。追加いいですか。ドリマイ刺しを2人前、はい、じゃあ何も乗ってない炙りユッケの方をタレで1つ、はい、ハラミタレで1人前お願いします。牛タンはやっぱりはい塩で4ぐらいいけます。4人前でお願いします。はい。今で腹何分目ぐらいですか？ちょっと昼食いすぎましたね。ちゃんこばしてそのまんまちゃんこばでもいろいろ食ってでその後マジで動画撮ってない間のデートで動画撮ってない間のデートお店3軒行きました。あ、そうなんですか。僕でもまだ全然行けます。なんか辛そうに握ってます。いや全然まだ行けます。ラーメンで例えたらラーメン1杯は食べれます。全然食えない。3軒で何食べたんですか？天ぷら、ケーキ、お蕎麦です。神社行ったんですけど、はい、神社の前にある門前そばっていうお蕎麦に行きました。黒そばですね。焼き加減はバッチリでした。夫婦にしようかな。クッパも食べて。クッパ食ったらマジでやばいかもしれないです。クッパってなんでクッパっていうか知ってるっすか？知らないです。あ、知らないです。またいつものクイズじゃないんですね。あ、じゃないです。知らないんで質問しました。コメントでもらいましたよ。なぜクッパというのか。でそれこそ結構最近海外の方が見ていただいてるじゃないですか。はい。韓国の方にコメントいただきたいですね。なるほど。なんでクッパっていうのかな。韓国の方よろしくお願いします。お願いします。
国のものなんですかね。そもそもなんですか。確かに。それもあれですよね。僕最初焼肉でクッパ見た時マリオかと思いました。マリ結構みんなが疑問に思ってる裏関が塩ほとんど巻かないじゃないですか。あの理由って知ってます？2人は。なんか滑るからって言ってたような気がするんですけど、わかんないですね。もう本人しかそれは。でも木瀬部屋の力士全体的にみんなあんまり塩巻かないですよね。そうです。裏関の時とかはなんかこうほんのちょっとじゃないですか。はい。だから注目でなんか話題になったりしてますけど、他の人がどういう塩巻き方とかはあんまりわからないですよ。めちゃくちゃ巻く人とかいますよね。裏関みたいにちょっと巻く人とかっていう極端な人はわかるんですけど、はいはいはいこの関取がこういう塩の投げ方とかはよくわかんないです。確かにファンの人の方がよく知ってるかもしれないですね。そういうのやっぱ写真とか撮られるんで。加トちゃんは関取上がったらどんな塩の巻き方したいですか？なんかまあ有名なのはあれですよね、千代の富士さんとか。僕昔瀬の里関が、ポスターになってたのがあるんですよ。それちょっと調べてもらいたいんですけど、その千代のなんていうんですかね、残像、めっちゃ綺麗だったんですよ。そうそうそう、S 字みたいな。それは憧れました。知らなくがトップ待ちじゃユッケが君によりさらに美味しくなることを願いましてタキャス修二さん、この間の相撲ジンクはうまくいきました？いやちょっとそれがやっぱり初めてで高くなっちゃったんですよ。出だしが高くなっちゃってキーが高くなってもうそれに合わせるしかなくなったんで、僕の中で失敗って言ったら皆さんに失礼なんで失敗ではないんですけど、自分の中ではまあ満足はしてないです。全力は出したんですけど満足はしてないですね。なるほど。まあでももう人生で1回力士として1回経験できたらいいかなってぐらいです。あれ巡業で歌う人とかってどうやって決まるんですか？一応スカウトとか候補とかじゃないですか。やりたいっていう人か、師匠にやってみたらどうだとか、僕も詳しくは分かんないですけど。木瀬部屋の力士でやってるの見たことないですよね。いないですね。初めてじゃないですか。初めての男です。初めてですか。どうやって覚えたんですか？一応新弟子の時の教習所で軽く教わるんですよ。はい。でも覚えてることはないですけど、やっぱ頭に残ってるんで結構独特な歌なんで、ジンクというか東地工業を歌ったんですけど、頭に残ってて歌詞見てもうほんとひたすら2日ぐらいしかなかったんですけど練習期間が、もうずっと同じ部屋なんですけど多分もう呪文のようにってもうだって襖の向こうから聞こえてきましたもん。へずっと言ってました。でそれが子守歌でした。あと久しぶりになんか緊張しました。普段緊張しないですか？普段あんまりそういう出し物なんか文化祭とかも僕結構いろいろやってたんですけど、それ緊張したことなかったんですよ。それだってそういうの練習する期間もありますし、そうですね。やっぱ得意なものでいくじゃないですか。そうですね。いやだって木瀬部屋のエルザイルって言われてますからね。ボーカルでダンサーです。ボーカルでダンサーですか？なんで満足いかなかったかってやっぱそのジンクのメンバーにタコちゃんいなかったんでそれがやっぱ 100% 出せなかったんじゃないですか。しょうがないな。誰がいたんですか？やったメンバーは広能海、須山、吉安、広野丸です。全員歌ったんですか？いや歌ってのは僕だけです。他の人は何してるんですか？他の人は合いの手みたいなやつですか？そうです。僕が歌って語尾のとこに「ほい」っていうのと「ドスコイドスコイ」でも最後気持ちよかったのが
僕らステージ立って後ろの方に、力士の関取とかも皆さん見てくださってたんですけど、ハトちゃんが手振って「しゅうちゃん!」って。いや本当に会場でみんな声出すような場でもないので、僕が一人だけ「いざしゅうじ!」って言って、しゅうちゃんがそれに応えてくれて、あの時はもう愛感じましたね。その時にもうその時にやっぱハトシュって本物なんだなって、嘘偽りないんだなって思いましたね、本当に。いやマジでなんかちょっと寂しそうに見えたんですよ、背中が。いや多分歌っててちゃうんやなっていうのも分かっちゃったし、もうでも一生懸命やって、よし終わった時に声ないと寂しいじゃないですか。そうですね。僕が背中を叩いてあげたんですよ。よかったよ。イケメン。涙がすいません、ちょっと。早く食ってもらっていいですか。すいません。じゃあください。僕やっぱ水分量もすごいんですよ。そうですよね。でもしゅうちゃんが1杯飲むのに対して僕3倍ぐらい飲んでる。本当そう思います。大体でも1日本来なら16リットルぐらい飲まないといけないですよね。牛。これ今何食べてるんですか、僕。牛。それはビーフイズ。ビーフはパーフェクト。ここでさすが聞いてましたね。最近もうマジで2人しか出てなくないですか。まあそうですね。別に僕らがなんか出しゃばりとかじゃなくて、あんま出たがらないですよね。まあそうですね。鳩岡さん、はい、その神社に行った話をしてもらってもいいですか。なんで行ったかっていうと、大阪入りする3日前ぐらいにタクシーに乗ったんですけど、とあるタクシーの運転手さんが、実は占いをやってますで、じゃあお相撲さんで次どこ行くんですか。で大阪行きます。大阪に入るなら、行った方がいい神社がありますよってことで、なんか今日行ったんですけど、堺の大違い神社、なんかこういい方角に人々を導いてくれるとか、なんかそういう方違いなんですか。方違いです。方角の方に違うっていう字で方違い神社で、僕も初めて聞いたんですけど、そのタイミングがやっぱり僕になんか刺さるものがあって、でたまたましゅうちゃんにも話してて、神社に行こうって話をしてたら、たまたまこの3月5日だったんですけど、また今日3月5日って日がなんか聞いたらなんかすごいいい日だったんですよね。大安とかなんでしょう、一粒万倍日とか天赦日、あとは虎の日とか、なんか4つぐらい重なってるすごいなんかパワーデイパワーデー。じゃあなんでパワーデイパワーデー。皆さんご一緒に。パワーデイ初めて聞きましたけど、なんかめっちゃいい日だったらしくて、そういうのもなんかすごい運命感じましたね。で本当にこの YouTube もたまたまじゃないですか。はい。本当全部たまたまが重なる2人なんです。なるほど。たまたま出会って、たまたま相撲してて、たまたまちょんまげつけて、たまたま祝いやね。そのたまたまが続いて2人ともいいご縁をもらってます。いい神社でした。なんかすごく空気が綺麗な気がしました。大きいんですか。いや、なんかそんなどでかいわけじゃないんですけど、すごく綺麗で、なんか趣ある
僕らが行った時も結構参拝の方がそんなに早い時間じゃなかったんですけど、午後、2、3時の間に結構車で来られる方たくさんいましたね。すごい格式が高いのかなと。どこの何を見てるの？もう今法違いです。あ、こっちか。あ、こっちか。正解。お願いします。ホルモンでプリプリてっちゃん。塩にします。カレーにします。カレーを1人前。で、上味のタレで。はい。あ、1人前で、はい。ブンブンジュース。ボンボンジュースのぶどうください。桃ありましたね。桃あるんですか？桃ください。僕、じゃあぶどうと桃で。共同作業。ブンブン。韓国ですごい。熱っ。大丈夫？冷た。はい、いいです。それ有名なジュースなんですか？これでもそうです。あ、流行ってます最近。へえ。知らわかんな。ないいですけど。多分炭酸じゃないかな。見てください、これぶどう。本当だ。ぶどう見てください、渡辺さん、ぶどう。そう。ああ、すごい。桃の天然水最強バージョンみたいな。あ、ぶどうの天然水最強バージョン。パクリー。ありがとうございます。もう焼肉食べるの慣れてきたら、右手に箸、左手にトングなんですよ。本当ですか？もうこうやって。でこっちでこう取って食べるの我慢。これ心技体っすよ。これ焼肉の心技体っすよ。心技体なんですか？まず焼肉を美味しくいただくというところがあり、はいそれをやっぱりいっぱい食べるという体があり、はい。で左手でトングを使い、右手で箸を使う。これ心技体です。で、言ってんの身体議員なの。この間もあれですよ、小学校の慰問で心技体って言ってるのに心の次体言ってましたからね。もうお腹いっぱいで頭動いてないです。ペペロンチーノの時もそうでしょ。あの時はもう寝てましたよ。なんでアウェーデーだけっすよ。この食べ放題だからできる重ね食いっすね。そうですね。いずれ50にして50のターンにしたいです僕は。大阪来た時もやっぱりなんかたこ焼きとかそういうの見て思うのはまあもちろんそうなんですけど、やっぱこう飲食店行ってスタッフの人の関西弁を聞いた時に大阪来たなって感じますよね。あと私エスカレーターのあれが違うので感じますね。反対なの。反対になるので。この間母親から LINE 来てあんたマクドナルドあるじゃないですかのことをマックっていうかマクドっていうどっちやみたいな連絡来たんですよ。はいでマクドだと。でもうそれにえらい驚いてみたいな、東京の人はマックじゃないのみたいな。いや僕東京の人じゃないからそうですよね。そうですよね。マクドやでっていう風に
もう僕らと一緒にいて東京の人は思わないですそうなんです。ちょっと天然で可愛らしいママちゃんが出ちゃいました。でもハトちゃんマックスマクドですか？スマックスマップいやマックあマックスどっから数来たんですかマックですかマクドですかスマップ修二さんははい奈良弁なんですか？奈良弁ってない。なんか駅弁みたいな弁当の話ですか大阪弁じゃやっぱ大り阪弁でレンジャー大阪弁って言わなくないですかその関西弁ですか関西弁。関西弁とか関西弁関西弁ってでもちょっと奈良と大阪って違うんじゃないですか？いや僕奈良って言っても奈良に6年生の3学期しかいなかったんですよあ、そういったそうか。だからまあ奈良のことはちょっとあんまりわからないというかそのくせ出身奈良なんですよね奈良の方言はまあでも基本やっぱりその関西弁ですねでもやっぱ敬語とかで喋ると標準語メインになっちゃうんでまあ部屋とかでその加トちゃんと喋ってる時関西弁出ますね逆に僕の方が関西弁みたいな今日もハトちゃんずっと天ぷら屋さんでご飯と味噌汁これつけれますスーってちょっと飲ます癖があるんですけど関西のできますみたいなこのを楽しんでました恥ずかしい下手くそだひどいっすよねこれ僕がやったことを後から拾ってくるんですよそれいやらしいんですよその場で反応しないんですよちょっとなるほど。でスーみたいなもうプーやんそれおならみたいなさっきの言ってましたよねみたいなさっき言ってよってやつですよそうですでもまあそれでやっぱりお笑いが生まれてやっぱハトちゃんも美味しく本来なら滑ってる年上で申し訳ないですけど本来なら滑ってるんですよその滑ってるのを僕根こそぎ持って上に投げて花火を咲かせてるんでいや今すごい言い方しますよね全部俺の手柄やねん頭下げんかいぐらいでも小牧龍さんが、修二さんも結構滑ってるって言ってました見てて辛くなる時があるって言ってましたよ。まあでもそれは僕はでも気持ちよくなってるああ、なるほど。刺さる人に刺さればはいはい。いいかなこんなん言い方の問題じゃないだからちゃうんすよこれが2人で成り立ってるって言えばいいじゃないですかねっていうのを今なんか言わせたみたいな感じになっちゃったんですけどはい。本当に言いたいことをそのままハトちゃんが言ってくれましたまたなんか持ってたっすね持っていくの上手なんですよそう全部持っていくんですよでもやっぱりボケがあってツッコミがあってのお笑いじゃないですかはい。僕一人で突っ走る時あるんですよはい。ボケないといけないボケないといけないそのボケでそのツッコミがない時はやっぱり滑るわけじゃないですかはい。ノリツッコミをするとか満足のいくお笑いを完成できない時があるんですよはい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 。それはちょっと視聴者の皆さんもちょっと理解してほしいですねそうですね。今頑張ってるんだと、これをどうお笑いにするんだっていうのも考えながらちょっと見てほしいです言われますよ相撲に集中せえいやそんなんいいから稽古しろ何を突っ走ってもで今目の前で突っ込んでますよねそれそれいや僕らマジで2人の YouTube 今日は2人の回ですはい。そうです。2人の回ってでもなんやかんや初めてじゃないですかコメント返しですあれはでもそのコメント返しじゃないですか2人のどっか行ってとかがデート企画ですねそうですね一生保存版やななんか見てて最初から修二さんは面白そうだなと思ってたんですよ。失礼めっちゃ失礼いやで鳩岡さんが引っ越しの時の解説をしてくれて、鳩岡さんすごい喋れるだから
この2人結構いいなと思ってコメント返しあーすごい。やったんですよね。口うまいっすね。はい本当に本当にだってめっちゃ上からやいや鳩川さんって真面目そうに見えるじゃないですか。見える。実は寡黙な。科目ですか？で実際真面目じゃないですか。今のも寡黙ですかって渡辺さん拾わないといけない。あイントネーションがもう寡黙ですか？肉の出汁を感じるというか、なんか使ってると思う。美味しいですね。あると思います。確かにお店によってこの出汁みたいに違いますけど、なんか合ってますよね。壁の色とこの着物とハトちゃんのこの、ラーメンも食べてる冷麺食べてるこのラーメン美味しいですね。キュートな唇でしょ。恥ずかしい。つい奪いたくなっちゃいますね。もう奪っちゃいましたよ。じゃあもう今日はたくさん食べてハト州の愛も深まったと思うので、今日の焼肉会はこれで終わりたいと思います。ごちそうさまでした。こっちでしょ。次のジェラート会までいいんですか？いいですよ。じゃあ全種類お願いします。全種類。じゃあですね。ありがとうございます。すごいですね。うわすっご。この量でこの口に入れた瞬間の香り方。素材をそのまま生かすように作ってます。ヘーゼルパンチって感じですよね。ちょっと何言ってるか分かんないです。でもこれジェラートとヘーゼルナッツってめちゃくちゃ合いますね。そうなんです。一番合うかもしれない。ナッツ系はね結構相性がいいです。どのぐらい合うんですか？いや僕とハトちゃんぐらい。